皆さんこんにちは、三上優愛です。今日は最近の私の毎日メイクを紹介していきたいと思います。イエーイ。最近一番使ってるメイク道具を使いながら最近の私の毎日メイクを紹介していきたいなと思います。多分1年ぶりぐらいかな。はい、では早速メイクしていきたいと思います。今ベースメイクと眉毛はこの間アートメイクをしたのでもうほぼ何もしてないので、ここから進めていきたいと思います。ベースメイクの方は、以前とあんまり変わってなくて、前にも動画で何度か上げてるのでそちらの方を見てみてください。はい、では開始って変だね。スタート。アイシャドウから塗っていきたいと思います。アイシャドウはこちら、ミルクタッチ BMF アイパレットローズ、4色どれもバランスが良くてすごく使いやすいので、最近はこれ1本でメイクしてます。1本じゃなくて1個か。まずこの部分を使います。ここをアイホール全体に塗ります。結構広めにがっつりと。マットなカラーで肌なじみもいいのでどんなメイクでも合わせやすいです。下まぶたにも同じカラーを塗っていきます。でこの部分のピンクの部分を塗ります。ピンクメイクって言っても私ももう大人なので27歳なんですよ、意外とね。だから昔みたいなさ、こうギラギラしたピンクメイクとかもっと可愛らしい感じのピンクメイクはちょっと懸念してたけど、こういうローズ大人っぽいカラーなのですごく大人にも使いやすいカラーだと思います。初心者の方にもおすすめなピンクです。本当にすごい肌に馴染むの。私イエベとかブルベとかちょっとあんま分かんないんだけど、すごい私はこれが好きなのです。こんな感じでこんな感じです。そしてこの細い筆でここの濃い茶色の部分を取って、この目尻のこの部分アイラインみたいな感じで、あとこの目頭側も入れます。ここがね入れるとすごくデカめ効果があるのでおすすめ。この下の部分もくの字に入れます。すごい可愛くないですか、このカラーで。最後にこのラメの部分を指で取ってボンボンボンって全体的にのせます。このラメは塗る日も塗らない日もあるんだけど、今日はせっかくなので全体的に塗りました。このラメもそんなギラギラしすぎないのでいろんな方に使っていただけるんじゃないかなと思います。そして涙袋の部分にルナソルのスキンモデリングアイズ01番、この部分をね使いたいと思います。涙袋は結局これに戻ってきました。一番自然にぷっくりしてナチュラルな涙袋が作れるのでおすすめです。こんな感じです。ケイトのアイブロウパウダーデザイニングアイブロウ、こちらの下2色をもう付属のこのブラシの細い方で取って、涙袋の下の部分、ここね、ここに
影を入れます。これも私はやりすぎないぐらい、本当に影に見えるぐらいナチュラルに涙袋を作りました。はい。でアイラインは後で引くので、とりあえずビューラーとマスカラをしていきます。エレガンスのカールラッシュフィクサー、マスカラ下地を塗っていきます。まつげはできるだけダマにならないようにまっすぐにカールをキープするイメージで塗って、私はすぐにマスカラを塗ります。こちらのヒロインメイクボリューム&カールマスカラスーパーウォータープルーフのブラウンですね。これはなんかこれが結構私のメイクのポイントであるんですけど、マスカラ下地を塗った直後すぐ塗るっていうのが私は好きで、なんか何かしてる間にまつげが下がってきちゃう気がするので、早めにマスカラを塗りたいっていう感じです。こっちも上げていきます。こうメイク動画を撮るってなると意気込んじゃうっていうか、なんかいつもより丁寧にやろうとか思っちゃって、結局毎日メイクじゃないやんってなるから、今日は気取らずいつも通りに、本当にいつも通りにやってる。私メイク本気出せば8分ぐらいで終わらせれる気がする。この間ね、収録現場のメイクさんにめちゃくちゃメイク早いですねって言われて、自分でもう早いかどうかも分かんなかったの。昔はね、アイドルの時とか1時間ぐらいかかってたんじゃないってぐらいメイクしてたの。何をそんな塗りたくってたのかよく分かんないんだけど、でも最近はなんかもうこうするって決まってるから10分未満で完成させます。はい、マスカラ塗りました。下まつげも同様に塗ります。下まつげはこの黒目の部分をたくさん塗るイメージで、黒目の下はまつげを下に伸ばすイメージ。そうすると目が大きく見えるのでおすすめ。はい、バッチリだぜ。私はマスカラをしてからまたアイシャドウを少し微調整するので塗っていきますね。この下まぶたの部分をちょっと足していきます。先ほどと一緒のこの細い筆でまたこの一番茶色い部分を塗って、下まぶたの目尻側伸ばします。こっちもこんな感じで伸ばします。そうするとこう垂れ目っぽく見えて、ちょっとね目がこう大きく見えるんですよね。ちょっとこっちは今若干失敗したけど、まあ気にしないで。はい、こんな感じでまあほとんどアイメイクは完成。あとは最後にバランスを見てアイラインを引きます。では次はチークを塗っていきます。チークはラカジャストチーク05番、これを塗ります。結構絶妙なピンクで、私チークはやっぱりいつまでたってもピンク派なんですよ。こうブラウンとかオレンジとかいろいろ使ってみた結果、やっぱりピンクに落ち着きます。ピンクが
顔の色が一番なんか白く見えるというか明るく見えるので好きです。メイクによって変えたりする時もあるけど、毎日メイクと言ったらピンクかな。こんな感じで、この筆が結構中がこう空洞になってるので、こうがっつりこう塗ってもあんまり発色しすぎないので、こうお手もやんっていうの、ポンみたいな感じにならないからおすすめ。すごい塗りやすいです。マックで買いました。これチークをね塗った後にね、これポン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 なじませるといい感じになじみます。このねローラメルシエのマットラディアントベイクドパウダーハイライト01番、これは、いつも通り使っていくんですけど、筆に取ってこの C ゾーンと鼻の頭、あとこの目と目の間にも入れます。私はこう全体に塗ると鼻がちょっと長く見えてあんまり好きじゃないので、この鼻先をツンって出すようにしてます。あとここすっごいピカピカになるのこれ。あと顎でハイライトを何個か使ってて、ロムアンドのハイライトなんですけど、光りすぎて分かんない。こんな感じのピンクが入ったようなハイライトで、これを最近このクマの部分に入れるんですよ。そうするとクマがね飛ぶの。これはそんないっぱい入れなくていいんだけど、シェーディングを塗っていきます。こちらのキャンメイクのシェーディングパウダー04番、ちょっと固めの筆に取って、固めの筆の方が結構がっつりと発色されるのでおすすめです。この陣地の下、あと私は鼻の部分も若干で、この付属のブラシに取ってノーズシャドウを入れます。これもねあんまりがっつりはいない。こんな感じです。メイクができてきました。私は最後にアイラインを引きます。なんでかっていうと、結構最後にこうバランスを見て、ここもうちょっと濃くした方がいいなみたいなところが出てくるので、全体のバランスを見てから引きます。さっきここ上まぶたに濃いめの茶色でこう伸ばしたじゃないですか。ここに重ねていきます。こんな感じで、あと目頭側も濃くします。こっちも同様に。これ説明し忘れてた。ヒロインメイクロングステイシャープジェルライナー02番。これはね焦げ茶色みたいな色ですね。濃い茶色。私はリキッドよりもペンシルタイプの方がこう柔らかい印象になるので好きです。でアイラインを引いたらリップを塗っていきます。最近のね、私リップが本当に好きで、いつも選抜があるのね。ほんと日によって変わるんだけど、最近よく使ってるのは、まずはこのイヴ・サンローランのリップね。ベスコスにも入れました。あとは最近はこれエピヌのアパレルブランドのアパレルブランドのエピヌっていうブランドから出てるルージュなんですけど、これがすごく可愛くておすすめなので、今日はこれを塗ろうかな。これ1本ですっごい発色もいいし、可愛くないですか？
こんな感じのカラーです。これはちなみにプライベートっていうカラーなんですけど、他にもいろんな色があって、私はこれともう一本持ってるんだけど、両方ともすっごく可愛いです。もう一個がこれだ。これはね茶色っぽい感じなんだけど、おしゃれな顔になれます。これをつけると。まあ毎日メイクだとこれをつけることが多いですね。こんな感じです。これ1本でもう発色もいいし、なんだろうな、潤う感じもしますので、すごいお気に入り。しかもね取れないの、全然取れないの。マスクとかしてても取れなくて長持ちします。リップを塗ったらちょっともう一回ハイライトになっちゃうんだけど、クリオのねプリズムエアハイライト01番ゴールド、ちょっと読めないねこれをこの口角の上、ここに入れてください。こう、おけみ。まあ軽く最後にちょっとシェーディングをね軽くやって、メイク完成。はい、こんな感じでメイクが完成したので、ちょっと髪の毛もちゃんとしてきます。見て、コギミュンファンの方がくれました。可愛いでしょ。あとね、クロミちゃんももらった。クロミ、ありがとうございます。ではちょっと髪の毛やってきます。はい、こんな感じで完成しました。こうパウダーをした後でもハイライトとかをすればツヤ感って結構出せるので、そういうところでツヤっぽくしています。あと最近は本当にこうアートメイクしたので時短にもなって、すごくメイクが楽ちんになりました。眉毛も描かなくていいし、はい、相変わらずまつげはポイントですね。あとはここの目尻側の下まぶたのアイシャドウもポイントかな。前と変わったこととしては、はい、最近は髪をちょっと短くしたので、こんな感じで女の子らしくゆるっと巻くのにハマってます。はい、こんな感じで私の最近の毎日メイクを紹介していきました。久しぶりだったのでちょっといい感じに撮れてるのか不安なんですけど、皆さんに少しでも私の毎日メイクが参考になればいいなと思います。またね、シーズンが変わったらメイクも変わっていくと思うので、定期的に毎日メイク上げていこうと思います。以上、三上美和でした。バイバーイ。